もともとお洋服の勉強とかファッションの勉強をしてから働いて絵描きに転向したので、デザインとかも完全にオリジナルで描いてます。油性のスーパーグリッド G っていうボールペンでサイズ4種類選んで書き分けて使ってます。なんか特徴というかあるんですか？書きやすいな。なんか前まで使ってたボールペンがなんか成分変わったのかなと、インクがちょっといい黒じゃなくなっちゃって、で今年入ってから、画材屋さん行って試し書きしてて、その中でビビッときたのにしました。なんかちょっと柔らかくなったと思います、黒の感じが。あと自分のこういう動作にが滑らかに描けるものをすごい選んでますね。ステッチとかどう着脱するかなみたいなのはちょっと想像しながら描くのが好きですね。お洋服やっぱそのデザインするのとかも、今はやってないですけど好きは好きなので、あとレースが異常に好きですね。レースと模様、自分があんまり着ないモチーフではあるんですよね。ちょっと憧れの部分はあります。蝶々すごい人物画の時は入れてるんですけど、羽だけの蝶々。ただすごい蝶々が本当に嫌いで、本当はすごい子供の時もっと心がない時にすごい殺しちゃった時がいっぱいあって、それまで蝶々好きだったんですけど、その次の日からもう蝶々が怖くなって苦手というか、もうなんかすごい怖い、なんかすっごい儚い生き物なんだなって、ちょっといたずらというか、ちょっとフィッてやっただけで死んじゃうんだなっていうのをその時すごい理解して、そこからすごい怖くなったんですけど、なんかそういうふうに自分がやったことに対して絵の中で生かしていけたらいいなっていう思いで、ちょっと蝶々は描いて取り入れてます。ただ本当に羽だけ、胴体は怖くて。これ種っていうか、カレーにデロデロになるまで茹でるやつ。ちょっと重いんであれですけもうカレーってずっと作ってるんですか？どうかな、でもその前のとこやって7年やってたんで、でもこのカレーしか作ってないです。その前のお店はカレー屋さんだった？いや、バーなんですけど、ここのお店みたいに昼はランチで平日カレーをやってて、そこでアルバイトをしてたんですけど、でもこのカレー初めて食べた時になんかご飯美味しいなって初めて思いました。結構本当に感動したんですよね。でずっと働いてたお店を、そのオーナー、もともといたオーナーがそのお店を辞めるってなって、じゃあこのカレーもしいつか店持つことあったら継いでいいですかって聞いていいよって言ってくれたんで、そっから何年1年もしないうちにここのお店を作ろうっていう話が友達とかがそういう話が上がって、カレーできるんだったらやろうって言われてやります。
なんか終わらせたくなかったっていうのが正しいかも。このカレー食べられなくなる、このカレーうまってなってくれる人が前みたいにちょっとでも増えたら嬉しいって感じ。昨日の作品の話も私も思ったんですけど、はい、すごい川口さんなんか昔の思い出とか記憶とかはい、好きだったその自分の感覚みたいなのをすごく大事にされてるなっていうのを感じたんですけど。でもそうかも。なんか結局やっぱそれしか信じれないかなって思うんですよね。自分いろいろいろんな人と関わったりとかいろんなもの読んで、じゃあ自分はどう感じたかなって、好きだったか嫌いだったかとかも、なんだろう、そのすごい自分の中ですごい大切なものだから、なんかシェアがすごく難しい。自分はそうです本当に大事なものはって感じ。自分の思い出として大切になってるものは簡単にはシェアしたくないなっていうのがある。そう、でもカレーはちょっと違うんですよね。食べてほしいとか思うの結構人生で初めてかも。このカレーなんか大げさかもしれないですけど、どうですか、なんか今回の女性像というか女性の感じってちょっとずつ川口さんの中で浮かんできてたりするんですか？浮かぶんですけど、本当に最後の絵の中で一番最後は唇なんですけど、その唇描くまではこの子幸せそうかもとか自分が幸せだなとかっていうのが最後の唇でガラッと変わったり、自分実はこうだったんだっていうのが最後に分かったりして、なんか最後まで読めないです、この人物描いてる時は。袋、黄色じゃないですけど木袋を作っていきます。モノクロの作品でずっと描いてるので袋も黒がいいなと思って、でもともとお洋服とかも作ってたので、なんか自分だけのオリジナルのものを作りたいなと思って作り始めたのがきっかけで、採寸簡単にして計算したのを書いて、必要な布の分量を計算します。この額にあったサイズ。切り込み入れたんで裂いて。
ここまで来たら結構終わりが見えてきたなと、もうそうですね。背景入ったらなんか一気にもう終わるなっていつも思います。それまでは終わんないねってずっと思ってるんですけど。ラストがそうすごく緊張します。いつも緊張する。なんか一気に変わると思ってるんで、その顔入ると